まず、皆様の今日の発表を聞かせていただきまして大変ありがとうございました。参考となりました。こちら見ながらお話したいと思います。こちら津波の第一波、逃げようと思っても船が逃げられません。ちなみに、ここは内湾です。低い津波です。市内でもそれが今から来ます。皆様さまざまな分析やすでに仕組み作りをされております。これは、今後に向けて、また村井先生からも今後大きな動きがあるということを聞き、被災地も皆様に期待しておるとともに、将来の減災に大きく役立つことと思われます。また行政機関が発する第一次情報の重みというものも今回痛切に感じました。すべての基本がそこにあるかもしれません。しかし人員不足の課題もあります。その中で、後方支援を行っていただけるということも今回話題に上っており、心強く感じております。そして、よく想定外という言葉を使うなと言われますが、気仙沼市停電になり電気が全てつくのに2ヶ月かかりました。断水で水道が全て開通したのは3ヶ月かかりました。尋ね人は市役所のロビーに紙で貼るという状況でした。これが実情です。多分こちらでは大丈夫かと思われますが、多分これもご覧ください。車が両方向埋まってます。高台に逃げようとしてだけ止まってるんでなくて、あっちにもこっちにも逃げようとしてます。逃げるだけではないんです。例えばこれが情報があればどうにかなるかとも考えられますが、家族を心配してあえて戻るという方もいらっしゃるんです。ですからその家族の安否が分かれば、わざわざ津波の来る危ないところに行かないで済む、そういうこともあるかもしれません。この停電、もしかすると今まで皆さんが研究していただいたことが今度機能しないということもあるかもしれません。そうならないことを祈っておりますが、可能性として、そして怖いのは助けてというツイートがあったら助けに行かなければならないか、電話と同じ意味を持つのかというのもあります。そして、こちらは中央公民館というところです。実はこちら、2階、屋上、そしてそれでも危険だからとみんなでこう手を取ってさらに高く高くと上がっていきました。この後この辺り一帯が、火災で包まれます。先ほど油タンクが流れておりました。重油には火はつかないそうですけれども、灯油やガソリンで熱くなったので火がついて周りが火の海になり、この上に残った子供とお母さん、火に巻かれて死ぬくらいだったらと子供の首に手をかけたというところまであります。幸いにも助かりました。というのはここで最後 SNS の巧妙といいますか、お母さんが、園長先生がもうダメかもしれないと外国の子供にツイートしました。子供がそれを拡散して、東京の猪瀬副知事が見ました。そして翌朝東京消防庁のヘリや救助部隊が来てくれました。それでヘリで釣って次の日子供から助けることができた。これが、私が、実際感じた SNS で、本当に災害時効果を発揮したという。しかし今回重みという点で、その情報の怖さ、ありがたさ両方感じているところです。ぜひ皆さんには、その停電があっても何とかしていける野生を備えた知識人であり続けてください。本日はありがとうございました。皆さんに期待しております。ありがとうございます。